皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は MSC ベリシマ乗船シリーズの4回目です。これまで MSC ベリシマ船内での過ごし方や MSC 有料無料レストランをご紹介してきました。そして今回ご紹介するのはお部屋紹介と持っていくと便利な持ち物です。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。この動画はお部屋紹介、持っていくと便利な持ち物、クルーズ船はどのタイプのお部屋が正解なのの流れでご説明していきます。部屋を知ることで必要なものも見えてくると思うので、まずはお部屋紹介からです。今回宿泊したお部屋は内側客室です。このお部屋は窓がなく、ランクで言うと一番下のお部屋になります。中は狭いかというとそういうわけでもなく、ソファーとテーブルを置けそうなスペースもあるほど狭さを感じない広さはあります。正直な私の感想としては、写真で見るよりかは広いし綺麗でした。初めてクルーズ船に乗った夫の感想は、出張でたまに泊まるビジネスホテルより全然いいねでしたよ。シングルベッドが2つ置いてあり、大きめの鏡とデスク、その隣にクローゼット、壁には植物が描かれた大きい絵が飾られています。そしてベッド側からお部屋を見るとこんな感じ。入り口までは距離があるように感じますよね。またクローゼットの横にはテレビがかけられており、衛星放送であれば船の上でも見ることができますよ。閉鎖的な空間になりがちなお部屋ですが、壁に飾られている絵が落ち着いたグリーンのためなのか、不思議と閉鎖的な雰囲気や圧迫感は感じなかったです。入り口のドアの横に荷物や服をかけられそうなフックがあり、船内用バッグや傘、帽子などをかけるのにとても便利です。船の中はイベントやレストランなど着替えることもあるので、大きな姿見があるのは便利で良かったですよ。デスクの上はこんな感じで電気ケトルやカップ類があります。電話機が壁にあるので、その分スペースはあり、収納には気をつけていたので、クルーズ中は終始デスクの上を広々と使うことができました。また USB タイプの充電がある横に、一般的な日本の電化製品には対応していないタイプのコンセントがありますが、ちゃんと対応した2穴コンセントも2つあったので、電源確保に困ることはありませんでした。電気ケトルとトワイニングのティーパックが置いてありましたよ。部屋で温かいものを飲みたい時には便利でした。デスクの引き出しの中にはティッシュとドライヤーがあります。ドライヤーのコンセントは机の引き出しの中にあるようで、デスクの中から動かすことはできませんでした。それでも問題なく引き出し収納はできましたよ。デスクの横にはグラス類が置かれています。このスペースはドリンクホルダーとしても使っていました。デスク下には冷蔵庫があります。こちらは有料で今回は特に利用しませんでした。また机の下には椅子とちょっとした物置になりそうな棚、テーブルがありましたよ。クローゼットは大きいとは言えないかなと思ったけれど、なんとか私と夫の2人分は全て収納できました。クルーズ中も取り出しに戸惑うこともなかったので、1週間くらいは問題なく収納できる大きさになっているようです。また財布や時計、アクセサリーなどを入れるセキュリティボックスの下には2段の引き出しがあります。それぞれ私のインナーと主人のシャツ類を入れていました。セキュリティボックスの後ろと横に少しスペースがあるので、うまく活用したいところですよね。ランドリーサービスもありますが、ホテルより少し高い印象。私は旅行中に洗濯は極力したくないので、今回も洋服類は予備含め持っていきました。ベッド横には棚があり、Kindle や iPad などを置いておくのに便利でしたよ。またベッドの枕元にはライトと読書灯があり、少し分かりづらいですが USB ケーブルが挿せるようになっており、スマホの充電ができます。
最近はタイプ C のケーブルも多いので注意が必要ですね。バスルームはこんな感じですごく綺麗です。以前乗船した日本丸より綺麗で広いですね。ただ外国船なので基本アメニティ類はなく持っていく必要があるので忘れないようにしてくださいね。収納棚は3段あり、こちらも日本丸よりたくさん置けます。ちょっとしたものをかけられるようなところもあり、洗濯される方にはいいかもしれませんね。また歯ブラシを置ける場所もあり、基本的にごちゃつくこともなく快適に使えましたよ。洗面器はそんなに大きくはないけれど、顔を洗ったり歯を磨いたりする分には十分な大きさです。深さはあまりないので洗濯するには不便かもしれません。私は水着を洗いましたが、シャワールームを利用しました。トイレはウォシュレットはついていないですね。タオル掛けは2つあるのでタオルを避けて洗濯干しにも使えるかもしれません。またシャンプーとボディーソープはありますが、外国のシャンプーはギシギシすることも多いのでシャンプー類は持っていきましたよ。シャワールームには物干しロープもあるので私たちはここに水着を干していました。シャワールーム自体は日本丸と比べて広いし、シャワーカーテンでなく扉がちゃんとあり、私としては不便に感じることもなく使えましたよ。お部屋紹介はこんな感じです。ご自身が持っていくべきものなど少しイメージしていただけましたでしょうか。お次は持っていくと便利な持ち物についてです。1つ目はスリッパ。スリッパは部屋に備え付けられていないのでぜひ持っていくといいかと思います。2つ目は空ボトル。船内のお水は買うと高いのですが、ビュッフェエリアのウォーターサーバーのお水は無料なので部屋で飲む用のお水をボトルに入れていました。また船内は少し冷えているので温かい飲み物を持ち歩きたいかもと思い保温ポットを持っていきました。これは持って行って大正解でしたよ。3つ目はファイル。これは旅の思い出を取っておきたい人にはおすすめです。毎日船内情報が届けられるので整理用に持参しました。かさばらない薄さのものを100円ショップで買いましたよ。4つ目は酔い防止バンド。日本丸に乗船した際に大活躍だったのですが、 MSC はさすがの大規模客船だけあり酔うほどの揺れは感じず使ったり使わなかったりでした。心配な方におすすめです。こんな感じで酔い止めのツボを押すもので中規模客船に乗った際にはかなり助けられました。効果は個人差があるとは思いますが私は気に入ってます。5つ目は携帯ウォシュレット。ハンディタイプのウォシュレットで災害備蓄品として購入したものですが試しに持ってきました。使い勝手としては夫曰く海外出張の時には持っていくわだそうです。6つ目は酔い止め薬。日本丸では大しけを経験したので持っていきましたが結論としてはいらなかったです。ただ船酔いをされている方を見たので心配な方は持っていくといいかもしれません。MSC でもしけだとそれなりに揺れるみたいですよ。7つ目は部屋で飲む用のインスタントコーヒーやお茶。コーヒーが好きなのでカフェインを取りすぎないようにインスタントのカフェインレスコーヒーです。これは本当に持って行ってよかったです。船内がとても冷えるのでポットに入れて持ち歩いてました。8つ目は何かと便利なジップロック。ちょっとしたものを入れるのに便利ですしビュッフェの果物を入れている人もいましたよ。そして9個目はフック付きマグネット。客室の壁や天井に貼り付けられるので物をかけるのに便利なんですよ。洗濯される方は天井にかけて干すのに便利ですし、部屋の乾燥対策に寝るときに濡れタオルをかけたり水着を干したりして使っていました。10個目は壁掛け収納ポケット。これはダイソーで220円で買ったものです。こまごましたものを収納する場所が少ないのと、そういうものは大抵デスクの上に置いてごちゃつきがちなので私たちは2つ持っていきましたよ。インスタントコーヒーや薬、サングラス、エコバッグなど使用頻度が高くごちゃつきがちなものを入れていました。
これもフック付きのマグネットにかけて使いましたよ。部屋が綺麗だと快適に過ごせるので、これはおすすめです。11個目はカードホルダー。乗船するともらうカードを入れるのに使っていました。カードは部屋の鍵や財布、チケットの役割があるので身につけておくのに便利です。12個目はエコバッグ。お土産を買った時の袋にしたり、プールバッグにしたりと本当に便利なのでエコバッグを4つ持っていきましたが、フル活用していましたよ。13個目は S 字フック。クローゼットの棒にかけてシワにならないパーカーなどをかけるのに使っていました。備え付けのハンガーだけではどうしても足りないんですよね。14個目は折りたたみできる箱です。これも100均で買ったもので、ちょっとした物入れに使えるかなと思って持って行ったのですが、持って行ってよかったですよ。あと2つくらいあってもよかったかもと思っています。クローゼットには引き出しが2つしかないので、夫の靴下類を入れる場所がなく、その収納に使い、そしてまさかのシンデレラフィット。15個目はドアに貼る目印。同じドアがたくさんあるので、迷わないように目印をつけておくといいですよ。正しくは、船の中は食べて遊んで寝るだけ。16個目はマルチタップ。これは確か3コインズで買ったもので、値段は300円ではなかったはずだけど、そんなに高くはないです。あると便利な持ち物紹介は以上ですが、意外と知られていないのがベッド下のスペース。大抵のスーツケースならしまえるはずです。便利グッズを使って荷ほどきしたところ、こんな感じになります。8日間部屋がごちゃつくことなく、広々と部屋を使うことができましたよ。そして最後に、クルーズ船はどのタイプのお部屋が正解なのについてです。お部屋選びについてですが、窓ありのお部屋かデッキ付きのお部屋かなど、初めてクルーズ船に乗る人は迷うかと思います。実際私もそうでした。ではなぜ窓なしのお部屋にしたのかというと、以前日本丸クルーズで窓ありのお部屋にしたのですが、寝る時以外はほぼ部屋にいなかったので、窓はあってもなくてもいいかなと思い、窓なしのお部屋にしたんです。結論から言うと、やはり窓なしのお部屋でも何も不快になることも困ることもなく、快適に過ごすことができました。ただ絶対窓なしがいいよというわけではなく、どのように船内で過ごしたいかによると思っていて、今回は様々なアクティビティやレストランに行ってみたいということだったので、寝る時以外はほぼ部屋で過ごすことはなく、窓なしの部屋でちょうど良かったのです。でも船内でのアクティビティはそこまで参加せず、プライベートな空間で過ごしたいということであれば、窓ありやデッキ付きの部屋がいいと思います。私たちもそういうクルーズ旅をするときは、デッキ付きのお部屋やヨットクラブのお部屋にしようと思っています。もちろん予算の都合もありますが、どのように過ごしたいかを考えることが大切で、それを踏まえた部屋選びをされるといいかと思いますよ。あくまでも参考程度とし、自分に合ったクルーズ旅をイメージしてみてくださいね。今回は MSC ベリッシマのお部屋紹介と、持っていくと便利な持ち物、そして部屋の選び方についてご紹介しました。この動画が少しでも皆様のお役に立つと嬉しいです。今後も様々な旅行やグルメのご紹介をしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。